こんにちは、グリプトです。市場ではトランプ大統領の停戦表明にもかかわらずですね、未だにミサイルが飛んでるっていうのが、話題になってますけど、仮想通貨市場の方では相変わらずポジティブなファンダが多くなってますね。あと株の方では人気どころの方で、ネガティブなものが出てたりもしてますんで、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日もポジネガファンダーチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万5800ドルあたりを推移しています。発表された指標の方では、米各指標がありました。結果は予想以下が目立ってまして、ドル安要因となっています。あと注目されてた、パウエル議長の発言はですね、鳩寄りの発言が目立ちまして、こちらは利回り下落要因になっているのかなと思いますね。でまたイランとイスラエルの動向に関してはですね、停戦表明後のミサイル攻撃が継続というところから大きな進展はないですよね。ドル円は 144.8 円台となってまして、米株は続伸、ゴールド調整と、ビットコインは一時10万6000ドル突破してまして、リスクオン傾向となってますね。あと個別株の方では今回も多くの動きがありまして、まずビットコイン方面ではマイナーのハット8がビットコイン担保の信用枠を6500万ドルから1億3000万ドルに増額確保を発表しています。資金はマイニングなどの事業に充てられるとされてますね。株価はプラス 8.5% となっています。あとは英国のウェブ企業スマートウェブカンパニーが 196.9BTC 買い増しを報告しています。総保有量は 543.52BTC となっています。株価は今週から調整フェーズとなってまして、昨日もマイナス 27.2% となってますね。あとはメタプラネットですね。米国の子会社に50億ドルを割り当てる計画を承認したと発表しています。ビットコイン財務戦略をグローバルに展開するための動きとされてますね。あと昨日がエボファンドの新株予約権の行使開始日となってまして、株価にも影響しています。昨日ですね、1600のサポート終わって、ちょうど1500のサポートあたりになってますけども、本日反発できるのか注目ですね。あと人気どころのサークルですね。国際決済銀行 BIS がステープルは通貨の基準である単一性、弾力性、完全性の3つの基準を満たさないと報告してまして、これがサークルの株価に影響したと見られています。でまたアークインベストが 1.1 億ドル分の売却をしたというのも注目されてますね。300ドルで折れてから、調整フェーズとなってますけども、下のサポートはですね200ドルあたりになっています。こちらもこのあたりで反発できるのか注目ですね。あとはイーサ財務戦略のシャープリンクゲーミングですね。12,207イーサ買い増し、総保有量は18万8478イーサとなっています。株価はプラス 7.33% となってますね。あとはソラナ財務戦略の DeFi デベロップメントコープがバリデータ参入、ユーペクシーの投資からの4300万株の売却申請が報告されています。株価はマイナス 20%、マイナス 60% と、どちらも下落となってますね。あとは半導体設計企業のナノラブスが5億ドルの転嫁社債発行計画を発表しています。BNB の購入に充てられるとされてますね。株価は一時30ドルまで急騰しています。昨日もですね、BNB 財務戦略を発表した企業が1億ドル調達したという話題も取り上げましたけども、BNB 関連の話題が多くなっていますね。あとはこちらも昨日ですね、資金調達で取り上げたプロキャップフィナンシャルが 3724BTC 購入を発表しています。合併先の CCCM はですね、浮上してませんけども、その後の進捗に注目ですね。昨日の ETF は現時点ではプラス 0.57 億ドル相当と、香港は更新なしとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 1.12%、693億ドル相当。今後の指標としては本日6月25日に米新築住宅販売件数、6月26日に米実質 GDP、米耐久財受注、米中古住宅販売制約指数、6月27日に米個人所得、米 PC、米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えています。イラン、イスラエルの停戦期待からですね、若干楽観ムードになってますけども、株の方ではですね、最近好調だったサークル、メタプラネットが調整に入って、逆にコインベースが強くなっています。で、ビットコインは10万6000の抵抗を上抜けしててですね、次10万7000の攻防が視野に入っています。
でここを抜けると、10万9000の攻防が見えてくる展開ですね。個人的には、新たな懸念材料が出る前にですね、この10万9000まで到達してほしいと思ってますけども、指標としてはですね、本日23時に米新築住宅販売件数が控えています。それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在2440ドル、BTC 立ては 0.0230、先物の方では OI は全体でプラス 3.56%、313億ドル相当。昨日の ETF は現時点ではゼロです。米国のイーサー ETF に関してはですね、累計の純流入額が40億ドルを突破したのも注目されています。香港は更新なしとなってますね。BTC 立ては、昨日の18時以降に、短期の 0.023 の抵抗を抜けたような形状になってますけども、長期で見るとですね 0.0235 の抵抗で弾かれた展開となってますね。ただ昨日からですね、アルト方面盛り上がってますし、企業側の買い増し報告もありましたんで、せめてこの 0.024 あたりまでは進んでほしいかなと思ってます。こちらも本日の米市場でどのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、米住宅規制当局 FHFA が住宅ローンの審査対象に暗号資産の保有を組み込むことを検討していることが注目されています。具体的な今後の詳細は明らかになってないんですけども、これまでの暗号資産イコールマネロン詐欺というイメージからですね、資産として認められるような動きになってるんで、これもポジティブな話題なのかなと思います。あと他では民主党の上院議員、シェフ議員がですね、公務員の暗号資産発行推奨を禁止するコイン法案を提出しています。これもトランプ大統領の利益相反をターゲットにした動きとされてまして、このあたりは先日から続いているですね、民主党対トランプ政権の延長になってますね。あとアルト関連ではチェインリンクがマスターカードと提携してまして、30億人以上のマスターカードユーザーが法定通貨で暗号資産を直接購入できるようになると発表されています。あとは ZK シンクのマタラブスが新証明エアーベンダーを発表しています。単一 GPU でイーサブロックを35秒で証明となってまして、競合の中では最速ということで注目されています。あとはセレスティアの共同創業者アルバッサム氏がトークン供給量削減提案を出しています。でこのセレスティアはですね、昨年10月の大規模トークンアンロック後にこのアルバッサム氏を含むですね、ティアの運営陣が10億ドル相当のトークンを売却したということで、騒がれてたんですけども、アルバッサム氏はその売却疑惑を否定してまして、今回インフレ対策としてトークン発行量を 5% から 0.25% に削減するプルフ・オブ・ガバナンスを提案しています。現段階ではコミュニティからも支持されていると見られてますね。あと他資金調達関連では、ポリマーケットが2億ドル調達、カントンネットワーク開発のデジタルアセットが 1.35 億ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。アルトのチャット的にはリンクですね、プラス 4.0% と、上位の中でも比較的強くなっています。短期でも抵抗を抜けてですね、トレテンしたような形状になってますけども、次 14.5 ドル攻防に迎えるのか注目ですね。あとはティアですね、こちらもプラス 4.6% と、強くなってます。モジュラ系の流行りから沈んでますけども、再度浮上できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。若干アルトが元気になってる印象ありますけども、これがなかなか続かないのがね、もう最近の動きになってます。またアルトが盛り上がる時が来るのか注目ですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。